つまり、通常の細胞がメタル細胞に置き換わる速度には個人差があるものの、原則として適合率が高く、かつ使用歴の長いものほど発症のリスクが上がる。と。ああ。しかし貴様らは、クアドラ X として活動していた時期を含め、長年幻影ラッパーとして高度なパフォーマンスを続けているにもかかわらず、侵食の兆しがない。俺らはもうリミットギリギリだ。そう言いたいのかよ。あるいは。だが、そうでないとしたら。もともとの体質以上に、お二人に共通する何かが、メタルの侵食を食い止めている。もしそれが見つかれば、新薬開発の鍵となる。そういうことだね。はい。特定の病気にかからない人間を調査することで、発症を防ぐことのできる要因を探す。感染症のワクチン開発などでも使われている手法だ。おっしゃる通りでございます。無論ただでとは言わない。これは両者に利益のある取引だ。取引？協力者として参加する見返りとして、貴様らは今後継続的にアンチメタレーションシステムの医療的フォローを受けることができる。無論新薬が完成すれば最優先で提供しよう。ふん。何が取引だ。人の足元見やがって。そのようなつもりは。大体、物を頼む態度じゃねえだろ。上から目線で語りやがって。おい、先生も何か言ってやれよ。リスクは承知の上、俺らが選んだ生き方に、ポットでのひよっこが口出しすんじゃねえって。サイモン。一つ、聞かせてくれないか。ヨン・ドンハ君。君にとって音楽とは何だ？君自身の言葉で聞かせてくれ。財閥の御曹司でも、研究機関の代表としてでもなく。坊ちゃま。いい。僕にとっての音楽。ハンプルール。リル・エンペラとして音を奏でているとき、僕は自由になれる。パラドックスライブに参加したのは、48。兄貴を見返すためじゃなかったのかよ。無論そうだ。幻影ライブという同じ舞台であいつと戦い、勝利すること。僕は、僕自身の力で、己の優位性を明かし立ててみせる。目的を忘れたわけじゃない。だが、パラドックスライブ。ステージに立ったあの瞬間。それだけじゃないことに気づいた。満場の歓声、高揚するバイブス。いつしか無心で音を、言葉を紡いでいた。そのうちなぜか、不思議な温かさ、心地よい、つながりのようなものを感じた。僕は孤高の存在としてここに立っている。しかし、孤独ではなかった。心で感じた。今この瞬間、音楽が僕らをつないでいる。響く音が、魂の声が僕を鼓舞する。怒り、憎しみ、不安、恐れ、
それすら飲み込んで、僕は高く飛べると確信する。どんな重いくびきもしがらみも止めることはできない。僕は全てを背負い、己の道を行く。望むままに、誇り高く顔を上げて、誰にも邪魔はさせない。僕にとっての音楽。それは、高みを目指すための翼だ。お前そんなこと。ただいまーバビュードド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 ドリュウくんご帰還でーす。頼まれたもの買ってきました。間の悪い時に帰ってきやがった。あれ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 カウンターに小さいキノコくんが生えてるぞー。お、キノコ。すみません。リュウ君、ベイのハジュンさんのことをキノコくんって呼んでて、ドンハ君は弟だから。は？ごめんなさい。くん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 。近い。ふん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 。ふんふん。いきなりなんだ。無礼だぞ。僕から離れろ。へえ、そんなに比べられるのが嫌？なのに大好きで大嫌い？ぐちゃぐちゃすぎてわかんないんだね。貴様。こっちの人は？はい？ああ、もっとぐちゃぐちゃだ。身代わり？どういうこと？痛いのが幸せ？あなた、一体何を？ごめんなさい。リュウ君、時々こうなることがあって、悪気はないんです。リュウ君。ん？どうったの、シッキー？あ、クロブチッチ、リュウくんをお迎えに来てくれたの？おお、いいかいいかいいか。今のは何だったんだ。ずいぶん変わったお方ですね。ああ、まあ気にすんな。いつもあんな調子で、さっき言ったことも覚えてねえから。話の腰を折って悪かったな。いいえ、私どもの意図は十分お伝えできたかと。いい子にはチュルチュルをご褒美にあげちゃうのだ。ダメだよ、リュウ君。お客様がいるのにお店で黒縁と遊んじゃ。ねえ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 、コキノコくん、一緒にクロブチッチとあんなことやこんなことしない？猫。クロブチ魔王デラックスウルトラスーパーマックス、かわいいでしょ？黒縁魔王デラックス。妙な名前だな。はい、チュルチュル。お、チュルチュル。猫のおやつです。あげてみますか？は？なんで僕がそんなことを。猫に餌付けして媚びを売るなど時間の無駄だ。そうですよね。ごめんなさい。坊ちゃま、せっかくのご好意です。餌付けしてみてはいかがです？何事も経験でございますよ。わかっている。ほら、食べろ、猫。あれ、黒縁、いつ
つも人見知りしないのに。コキノコくん、黒ブチッチにシャーされてる。笑うな。この僕が猫一匹漁せぬというのか。猫じゃないもん、黒ブチッチ。優しくしないから嫌われちゃうんだ。おもちゃなら遊ぶかも。お気に入りのがあるんです。取ってきますね。それでは失礼いたします。例の件につきましては、ええ、考えておきます。返答はバトルの後で聞こう。それまでは。敵ってか。当然だ。黒ブチッチがまた遊んであげるって。遊んでやったのは僕じゃないか。だいたい猫が何を考えているかなんて。チチチチ。リュウ君は宇宙のホニャララ語から猫語まで何でもわかるのだ。どうだ、偉いだろう、すごいだろう、ウルトラ賢いだろう、わけのわからんやつだ。よかったらまた遊びに来てください。僕は貴様らほど暇じゃない。だがまあ、今度来た時は御してやるからな、猫。覚悟しておけ。黒縁。それでは。ステージで会おう。なあ、昼間のことだけどよ。うん。あの話、飲むつもりか？悪い話ではないと思う。ああ。ったく、いいてえとこついてくれるぜ。俺もサイモンもキャリアの長さを考えりゃ、いつリミットが来てもおかしくはねえ。これまで見て見ぬふりしてきたけどよ。そうだね。あいつらが言ってたこと、本当に俺らにその何かってやつがあると思うか？どうかな。メタルへの耐性は人それぞれ。トラップ反応が起きる速度や長さだって千差万別。偶然ということもある。だよな。このことはよく考えて結論を出そう。ああ。受けるとなりゃ、四季と竜に説明してやんねえと。うわ、あの宇宙人理解できんのか？竜は実験体だったという過去があるからね。デリケートな問題だ。慎重に話をしないと。また家出されても困るしな。そうだね。にしてもよ、あの坊ちゃんがあんなこと考えてたとはな。音楽でつながる。まさか彼が我々と同じような理念を持っていたとはね。クソ生意気なガキだと思ってたら刺さること言ってくれるじゃねえか。おかげで考えることが増えちまった。こっちとらバトルの曲もまだ完成してねってのに。
彼の熱い言葉に火をつけられたかい？少なくともバトルが終わるまでは敵だからな。直明さん、なんだい？もう一つ、わがままを言っていい？ああ、もちろん。怒らないでね。怒ったりしないさ。もし私にその時が来たら、お願いしたいことがあるの。もう私は、指先一つ自分では動かせないだろうから。死ぬのは怖くない。だけど、私は、私のままで生きたい。直明さんを、陽平くんを、三人で目指した夢を抱いたまま、自分が何を望み、何に命をかけたか、忘れてしまわないうちに。だからね、もし、ダメだ。そんなことは。お願い。自分がどんなにむごいことを頼んでいるかは、わかってる。そんなことをさせたら、あなたに一生の傷を残す。誰にも言えず、癒されることもない傷。それでも、あなたにしか、頼めない。お願い。直明さん。私は、あなたの妻のままで生きたい。椿。最後のわがまま。私がこの世界で最後に聞く音は、あなたが私を呼ぶ声がいい。椿。音楽で人と人をつなげる。きっといつか。坊ちゃま、もうお休みになってはいかがです？この仕事を片付けたらな。お休み前ですので、ミルク多め、体の温まるスパイスを入れたチャイにいたしました。うん。香りは刺激的だが、口当たりはまろやか。少し甘めなのも悪くない。恐れ入ります。昼間の剣、
奴らは引き受けると思うか？はい。おそらく良い返事がいただけるかと。そうか。あんなこと、人前で話したのは初めてだ。ん？ですが、あのお言葉があったからこそ、お二人も心を動かされたのでは？なら、恥をかいた意味もあったか。恥などと。坊ちゃま、時に正直な言葉が、熱い心が、どんな大火より人を動かすこともございます。今日のドンハ様は、大変ご立派でした。あの程度のこと、できて当然だ。将来お父様の後を継いで、四財閥の舵取りをしていくのは、この僕なのだからな。それでこそ、四ドンハ様です。ん？なんだそれは。はい？ポケットから覗いているそれだ。写真か？これは見せろ。プライベートな持ち物ですので。怪しい。見せろ。貴様、主人に隠し立てするつもりか？では。なんだこれは。口では嫌だなどと言いながら、黒淵魔王デラックス様と超楽しく遊んでいらっしゃるドンハ様のお写真でございます。私、あまりのお可愛らしさについ隠し撮りをした上に、お気に入りの一枚をプリントしてこうして肌身離さず。ふざけるな！こんなもの、くそ、破けんぞ！万が一濡らしてはとラミネート加工をいたしましたから。今すぐ破棄しろ！データも全部だ！そのようなもったいないこと。命令だ！できるというなら、この鞭でしつけ直すまで、ひざまずけ中尊！坊ちゃまへの愛ゆえのこと、どうぞご容赦を。黙れ！なんだこれは！全部僕の写真ではないか！申し訳ございません。愛しい坊ちゃまのお写真、一枚だけ選ぶなど到底できず。言い訳するな！坊ちゃま。